深根ラジオボリューム0ラジオ始めますということで、どうもこんばんは、深根です。よろしくお願いします。深根ラジオとは何ぞやと、思っている人がね100人中100人だと思うんですけれども、新しい動画のシリーズ、動画っていうか静止画なんで音声だけなんですけれども、なんかこうちょっと喋るっていうことも始めていこうかなと思っておりまして、生配信とかではね結構こうみんなとコメント読んだりとかして喋ったりとかしてることもあるんですけど、こうなんか定期的に喋るっていうこともちょっとやっていこうかななんて思ったので、始めてみることにしました。不定期に月に最低1本は出したいなと思ってるんですけれども、その辺はちょっとねこの後紹介するそのお便りだったりとかの具合によっても左右されるかなとは思ってるんですけれども、今日は初めてなのでお便りも何もないので、簡単な自己紹介だったりとかどんなことをしていきたいみたいな話をしようかなと思っております。よろしくお願いします。改めて簡単な自己紹介っていう感じでいこうかなと思ったんですけど、何を知りたいかっていうのは難しいですよね。生まれは1995年で今年の5月で25、四半世紀生きたことになるんですけれども、この間ねバスに乗ったら冬休み子供料金50円で乗れましたっていうか嘘はついてないんだよ。こっちが嘘をついたんじゃなくてバスの運転手さんが勝手に50円にしてきたんですけれども、見事ね、12歳カウントいただきましたね。倍生きてるのに。よく聞かれることといえば好きな食べ物、チョコレート。最近なんかちょっと肌荒れ気味なので昔ほどたくさんは食べてないですけど、肌のことを気にしないのであれば相当量食べれます。ファミリーチョコレートとかだったら半分開けるぐらい食べます。それから今あんまり喋りすぎちゃうとそれはそれでなんか終わっちゃうよね。終わっちゃうんだけど、そうだな、趣味とかもよく聞かれるけど趣味はねないんだよね。てか趣味が YouTube に全部いっちゃってるからオフでやってる趣味がないですね。最近でも運動しようと思ってて、今年の目標はね運動を始めるっていうか習慣化するっていうことなんですけど、それはやりたいなとは思ってるんですけど、趣味じゃないしな、それは課題だからな。なんか見つけれたらいいなとは思いつつ、でも多分どうせ見つけてもそれもなんか動画に絡めちゃうだろうなとも思うから、なんかYouTube が趣味なのかなっていう感じですね。あと何を喋ると人柄とか自己紹介になるのかな、わかんないや。そんなもんで、血液型 A 型です。このラジオについてですね、どういったプレゼンテーションみたいになっちゃうんだけど、今いる視聴者の皆さんともっと交流をしたいなというふうに思ってるんですよ。普段の動画ってどうしてもこっちから一方的に皆さんに見ていただくっていうような感じの動画になってるので、相互作用があんまりない。もちろんコメント見てハートをしたりとか、ツイッターだったりとかでねリプライをしたりとかっていうことはあるんだけど、もうちょっと相互作用の要素が YouTube にもあってもいいかなと思ったので、その交流をしたいなっていうところで、メインはねお便り、皆さんからのお便りを読んでそれについて喋ったりっていうところをメインにしていきたいなと思ってるんですけれども、そういうことを言い訳にしつつ喋りをもうちょっと上手にしていきたいなということであったりとかね、慣れていきたいなっていうことも思っております。それからね、これは自分一人ではどうにもならない問題なんで、もう実現するかどうかわかんないですけど、ゲストとかね、友達あんまりいないんですけど、ゲストとかお招きして一緒に喋ったりとかする回もあったりしていいかななんて思ったりもしてるので、数少ない友達の皆さんはねよかったら出てもいいよって思ったら連絡ください。なかなか思ったんだよね、こうやって一人で喋ってるのは結構みんな聞き慣れだと思うんだけど、誰かと喋ってるのって聞いたことなくない？ほとんど少なくとも YouTube に上がってるもので誰かと喋ってるのって実はないんですよね。もう今度の春で始めて、丸3年経過して4年目になるのかなっていう感じなんですけど、丸3年やってるのに誰かと会話した動画が1本もないっていうのってなんか本当に新生のぼっちっぽいなって思ったんで、ちょっとはね誰かと喋ってるのもいいかなって思ったりしたんですけど、こればっかりは誰かが来てくれないとしょうがないんでね、誰かお待ちしております。ということでさっきからお便りって言ってるんですけれども、お便りのね詳細を、基本的には概要欄見ていただければと思うんですけれども、メールで募集いたします。ラジオネーム、それから、本文ですね、その2つが入っていれば
何でも大丈夫です。読んでほしいこととか悩んでることとか、悩みは解決できるかわかんないですけどね、考えを聞いてみたいっていうようなところですよね。お前はそのとこどう思うのみたいな。個人的な考えでいいから聞きたいみたいな感じの。だから何でも読んでほしいな、見てほしいなって言ったものを、あとそれでこうやってね、動画にして出して大丈夫な範囲でね、送ってもらえればいいなと思います。長くても短くても大丈夫です。これの量によってラジオの本数も変わってくるし、多分なるべくね、例えばいつもツイッターでやってるリップ編とかって結構短文140字っていう制限があるから、リップ編も今日短くなっちゃうんだよね、どうしても。でもそれよりは長いし、それよりはちゃんと思考のある1文2文とかじゃないからね、短い質問でも絡めて長く喋れたらいいなと思ってるので、あんまり敷居を高くせず送ってもらえればなと思います。メールアドレスはですね、ふかねラジオ+お便り@gmail.com です。こういうメールアドレスを言うとちょっとラジオっぽい感じがあるなって思います。大体言いたいことは言ったかなという感じなので、もうこっから先は完全に雑談なんですけれども、結構チャンネルを最初に何かのきっかけで見てくれるようになって、たまに生放送とかもやってるんだって言って見に来てくれてとかって、たまに歌うやんとか、どんどん深みにはまってきてくれた人たちはね、結構ね、喋ってほしいみたいなことを言ってくれるんですよ。ありがたいことなんですけれども。でも喋ってるっていうのを単発でやっていくのって結構難しいなと思ってて、だから定期化しようと思ってラジオっていう形にしたんですけど、なかなか名目がないんですよね。今日は喋るぞって別に喋ることないしみたいな。例えば告知とかね、お知らせとかそういうものがあれば、それに絡めて喋ったりとか考えを言ったりとかっていうのはできるのかなと思うけど、平凡というか平坦な日々なので、なかなか自分の中で喋りのネタをいっぱい貯めることも難しいし、なかなか山谷ない感じなんで、だからみんなと喋るっていう形が一番喋りの形としてはベストなのかなって思うんですよ。3年間ずっとやってること変わってない気がするんで、だから喋っていくってなったらやっぱりそういう形が一番いいのかなって思ってやってみようと思います。あとはね、本当に喋り難しいんで、これも結構多分カットしながら編集してると思うんですけれど、その辺もね、どんどん上達して、それこそ生放送とかね、カットの効かないような配信で上手に喋れるようになってるといいな、少しでもって思うんですよね。もうこういうのって場数踏むしかないと思うんで、練習台にさせていただくにはちょっと心苦しいような気もするんですけれども、回を重ねるごとにね、良くしていければいいなというふうに思います。あとさっきバス50円で乗ったっていう話に戻ってくるんですけど、それ帰りの話なのね。行きは普通にバスに乗って駅に行って、その日ちょっとギターを買ったんですよ。去年末なんですけど、ギター買ったんだけど、その買う時に別の買い物があったから母と一緒に行っていて、でちょっといろいろ必要な、年末に必要なものとかやっていろいろ買った帰りに楽器屋さんに寄ろうっていう話で行ってたのね。で楽器屋さんに行ったんだけど、男のそうだな50代ぐらいかな、おじさんの店員さんがね見てくださったんですけど、高校生か大学生ぐらいかな、親に買ってもらうために親を連れて楽器屋さんに来た子供だと思われたみたいで、楽器の良さ自体は自分にアピールしてくるんだけど、購入の決め手みたいなところは全部母に営業をかけてる感じで、決して安くはないんですけどね、でも長く使えるものだと思いますのでっていうようなことをね、母にすごいずっと言ってて、私に対しても弦とかもね、いろいろ合うやつ探して、好きなやつ探してみるといいから、お小遣いの範囲でとかね、バイトするでもいいしみたいなこと言われて、これは完全にいいと思って、でもう決め手としては毎日弾くっていう約束でねとか言われて、これ買ってもらうからにはね、ちょっといい楽器を買ってもらうから、その分ちゃんと毎日弾こうねって、お母さんに感謝して毎日弾こうねみたいな、そういうような感じの言われ方をしてへへって思いながらね、レジでねカード出して一括でって言ってやりましたね。別にそんなにみたいな感じにはなってなかったけどね、子供だと思われたと思って、で面白かったねって母と言いながら帰った帰りにバス50円で引かれたっていうね、そんな話でした。もう25になるんですけどね、もうさ25って四捨五入の概念で言ったらもうアラサーなんですよ。だね、30代をさ視野に入れながら人生を作っていかなきゃいけないなと思って、マジで運動はしようと思ったので、
ここから始めて5年ぐらいやればさ、まあ30代もちょっとタフにいけるでしょうって思うんだよね。30の時何やってんだろうね。そんな先の話は本当にわからないけど、まあなんか元気にやってるといいなって思いますね。そんなわけで、こういう雑談はね、ちらほらこう、まあなんかネタ作っていこうかなね。嘘じゃないよ。ネタ作るって言うとなんかちょっと嘘っぽいけど、こうね、日々起こったことを忘れないようにメモにしておいて、ツイートとかで小出しにしちゃわないでね、こういうところでまあちょっと挟みつつね、喋れればいいのかなって思うんですけれども、まあ基本は本当に皆さんのお便り頼みなので、送っていただけることを非常に心待ちにしています。ちょっとね、こういうみんなの反応ありきの企画がね、この間も楽譜集の演奏動画を募集っていうのをやったんですけど、あれもね、最初ちょっとこう大丈夫かなみたいな、こうまあ最終的にはね、私がこう来なかったら企画倒れだし私も倒れるとかいうね、不安を煽るようなことを言ったからかもしれないけどね、たくさんの方が応募してくださって、まだ撮影まだなんでね、動画は見れてないんですけど、応募フォームにはね、本当にたくさん動画届いてるようなので、見るの楽しみにしておりますし、みんな協力してくれって言ったらみんなしてくれるんだなって思ったのでみんなに甘えていこうと思います。そうやってね、こう付き合ってくれる皆さんと楽しくやっていければなと思うので、まあちょっとこうね、細々とラジオも続けていければなと思っております。ながらでね、聞いてくれれば何よりでございます。というわけで、何のフォーマットもないんですけど、今日はこんな感じでおしまいにしようと思います。深根ラジオ第0回、ラジオ始めますでした。